はい、こんにちは、モノルです。今回はですね、Amazon をちょっと見ていたら面白い商品があったので、そちらレビューしていきたいと思います。はい、面白かった点っていうのがこれなんですけど、このスティックの感度カーブが描かれてるんですね。で、なんと、このコントローラーに使われてるスティックはリニアだっていうことなんですよ。本当かなーっていうので、ちょっと気になって購入してみました。私は常々ホールエフェクトとか PMR とかっていうですね、非接触式センサーのスティックはリニアじゃないってずっと言ってるわけですけど、もしこれがリニアだったらすごくいいことだなと思うんですよね。この製品というのがこちらの製品になります。ゲームサータランチュラプロです。かなり見た目いかつくて目立つ感じですけど、これなんとですね、スティックがプレイステーション配置になっています。左手黒持ちしたいっていう人にとってはかなりこれ欲しかったタイプのコントローラーなんじゃないかなと思います。もうすでにですね、こちら1週間ぐらい主に Apex のランクを回して使ってきました。十分ランクでも使っていけるだけのコントローラーではあるかなと思いました。ただね、いろいろ気になる点とかですね、細かい点、出てきたので、その辺も含めてですね、レビューしていきたいと思います。はい、サクッとゲームサータランチュラプロのスペックとかを見ていきましょう。対応機種は PC、スイッチ、iOS、Android の4機種です。有線接続、Bluetooth 接続、無線ドングル接続に対応しています。で、スティックは TMR スティックです。スティックの重さは 60g フォースということで軽めのスティックが採用されています。で、ジャイロセンサーが搭載されていて、スイッチでもジャイロ機能を使って遊ぶことができます。ポリグレートは 1000Hz、本体重量は 265g でした。現在の価格は Amazon で1999円。充電ドック付きの場合は12,999円です。サクッと付属品を見ていきましょう。はい。付属品は一つ目がゲームサーのいつものウェルカムカードとステッカーですね。で、適合証明書を無線 USB ドングル。私はちょっとこれは使ってなくて、いつも通り有線接続で使っています。と、マニュアル。日本語付きのマニュアルです。で、もう一個付属品があって、ゲームサーのタランチュラプロを接続するために使ってますが、この USB ケーブルになります。作りは質素な感じですね。長さは 1.8 メートルでした。日本語マニュアルは PDF でダウンロードすることもできるので、そちらを見てもいいかもしれないですね。はい、それでこちらが本体になります。ちょっとね、実はすでにちょっと改造してしまっているので、この上のプラスチックは最初から付いているものではありません。はい、USB ケーブルをつなげてみます。はい。このボタン部分がちょっと動いたのが分かったでしょうか。もう一度やってみます。はい、これボタン部分が動いてるんですね。物理的に実際に動いてます。すごく面白いギミックが搭載されていて、ABXY ボタンが、スイッチ配列と Xbox 配列に切り替わるように、物理的に切り替わるようになってます。すごく面白いギミックがあってですね、もうこれだけでかなり男心くすぐるね、面白いギミックだと思います。ついつい無駄にこうやってね、切り替えてしまうんですよね。XY が入れ替わって、AB も入れ替わってますね。はい、こんなギミックが搭載されてます。私基本的に PC で使うので、Xbox 配列で使っています。で、前面を見ていくと、ここに C1、C2、C3、C4 っていう追加ボタンが配置されていて、背面には2つのボタンがあります。また、背面ボタンは無効化することができるようになっています。ここのスイッチをロックの方にすると、背面ボタンがへっこんで押せなくなります。ここも辛い位置になるので、すごく持ちやすくなって、背面ボタンがいらないという方にはすごくいいかなと思います。私は背面ボタンを使うので、これ両方ともロックはせずに使ってます。また、トリガーストップ機能が搭載されているので、通常時のストロークは、はい、このぐらいですね。やや浅めですけど、しっかりストロークするアナログトリガーがついています。そして、トリガーストップをオンにすると、はい、これだけしかストロークしません。マイクロスイッチボタンになっています。で、他にも追加ボタンがあって、それがここのゲームサーっていうロゴが入った部分ですね。こっち側にもボタンがあって、この左右のボタンと、
真ん中を押した時のボタンの3つがここについています。はい。合計で1、2、3、4、5、6、7個の操作可能なボタンが追加されているっていうコントローラーになります。はい。それでですね、スティックがプレイステーション配置なんですけど、スティックの形状自体もプレイステーションと同じような形になっていて、ちょっと面が広くてですね、操作がしやすいスティックになってます。ちゃんとですね、このスティックの軸部分には金属のカバーもされていて、よいしょ。はい。このようにですね、とても耐久性も高そうなスティックです。はい、コントローラーの画面には Bluetooth 接続のペアリングモードなどを切り替えるためのスイッチがここにもついています。はい。で、持ちやすさですけど、プレイステーションっぽい形、形状になっていることもあって、割と私は持ちやすい方かなと思いました。ただですね、この真ん中の上のボタンですね、これはすごく押しづらいです。実質追加ボタンっていうのはですね、Apex とかで遊んでいると背面2つのボタンだけっていう感じになっちゃってですね、私の場合通常持ちで人差し指でエイムと射撃をするっていう持ち方をしているので、どうしても追加ボタンは最低でも4つ欲しいんですね。ってなるとですね、このコントローラーだとちょっと背面ボタン2つっていうのだと足りないので、ここにプラスチックを、アクリル板をちょっと切り出して小さなプラスチックにしてですね、両面テープでこの真ん中の上のボタンの左右に貼り付けてます。こうすることで高さがですね、LB、RB とほとんど同じになってですね、かなりここのボタンが押しやすくなります。こういう改造をすると、実質追加ボタン4つっていう風になってですね、ここに武器切り替えを割り当てて、こっち側にピンを割り当ててます。こうすれば私のように通常持ちで人差し指でエイムと射撃をするような人でも快適に Apex を楽しむことができると思います。実質こういうことをしなければ追加ボタンは背面ボタン2つだけになってしまうっていうですね、せっかくここにいっぱいボタンがついているのに、なんかこの追加ボタンってもうちょっとね、置く場所いいとこなかったんかなっていうのはですね、他のレビュアーさんも結構おっしゃってるかなと思うんですけど、そうしてほしいなっていうのはちょっと残念ポイントの一つでした。はい、じゃあサクッとポーリングレートのテストをやっていきましょう。はい。1000Hz ちゃんと出てます。アベレージ 998Hz ということで、実ターも少ないので、かなり安定して 1000Hz 近く出ているので、ポーリングレートはしっかり出ているコントローラーかなと思います。はい、それで今回は、遅延測定の様子をちょっと見ていただきたいなと思います。こんな風にですね、電子的に回路接続して、ソフトウェアですね、これはゲームパッドラーっていうサイトを作成されている方が、配布してくださっている GPDL っていうソフトウェアで遅延を計測しています。こんな風に、自動的にですね、これ5倍速で流してるんですけど、自動的に、ボタンを押したり離したりっていうのを繰り返して、で、コンピューター側ですね、PC 側でも、その入力を検知して、で、押したタイミングからどれぐらい、時間が経って信号が入力したっていう信号が送られてくるかっていうのを計測しているっていう形ですね。はい、それでは結果の方を見ていきましょう。横軸がレイテンシー遅延で、縦軸がそのレイテンシーがどの頻度で発生したかっていうのを表すグラフになっています。で、下側に、それぞれアベレージっていうところを見ていただければ平均の遅延がわかります。早いところではだいたい4ミリセカンド近くまで出ているんですが、やや12ミリセカンドという遅い値を出しているところもあって、結構ですね、この幅が広いので、ちょっと遅延に関しては安定感がないタイプのコントローラーかなと思います。平均すると 7.43 ミリセカンドが最速でした。はい。というわけでですね、このリニアと歌っている TMR センサースティックのレスポンスカーブを計測したいと思います。はい。で、私の方のこのゲームサータランチュラプロはファームウェアがバージョン 2.0.2 でした。なので、ゲームサーコネクトっていうソフトウェア、設定ソフトの方でバージョンを 2.0.4 にアップグレードしています。それで必ずアップグレードが終わった後にですね、スティックとトリガーの調整っていう、構成ですよね。一回やるようにしてください。真ん中セレクト、スタート、
と、あとこのボタンですね。これを3つを長押しします。はい、点滅したら、スティックを1、2、3回回して、トリガーもアナログトリガーにしてから、よいしょ。1、2、3回。はい、押します。で、終わったらこの、Xbox 入力だったら A ボタンですね。押します。これで完了です。はい、これを必ずやるようにしてください。また、スティックのデッドゾーンが初期状態で 5% 入っていたため、0%、100%、0、100っていう設定に変更してあります。それで計測を行いました。はい、それで計測した結果がこちらのグラフになります。はい、横軸がスティックを倒した距離、縦軸がゲームへの入力値になってます。で、0のところがセンター、中立っていうことですね。見ての通りですけど、リニアじゃないですね。リニアじゃなかったです。しかも、この0の近くがかなり低感度になっているタイプなので、全く多分操作してもリニアに感じられることはないと思います。この宣伝画像は一体何だったんでしょうか。非常に残念な気持ちになったんですけど、はい。ただね、ゲームサーのこのタランチュラプロはですね、このゲームサーコネクトで感度カーブを修正することができます。なので、仕方なくですね、リニア感度に修正することにしました。はい。ちょっとリニア感度に修正する前に、デフォルトの感度カーブでどんな感じのスティックなのかっていうのを試してみたいと思います。はい。そしたらデフォルト感度で打っていきたいと思います。確かにですね、かなりリニアっぽくはなってます。やっぱりですね、中立付近がちょっと重いかなっていう感じがしますね。他の製品に比べるとすごくリニアに近くて、操作はちょっと慣れればできるかなっていう感じはあります。やっぱり切り返しの時に1テンポ遅れるような感覚っていうのがどうしてもあってですね。そうですね、こんな感じでちょっと切り返しでワンテンポ遅れるっていうのを繰り返すような感覚があって、やっぱりこれリニアじゃない低感度なスティックだなっていうのを感じます。はい、それでは純コンと同じようなリニア感度に修正していく方法ですね、解説します。ゲームサーコネクトっていうソフトなんですけど、コントローラーを接続するとこの画面になります。スティックをクリックして、で、レフトスティックから始めます。デッドゾーン、アンチデッドゾーンは0、100になっていることを確認してください。カーブアジャストメントっていうところから、一番右の矢印マークがついたものをクリックします。そうするとこの3つの点が出てきますので、左側から X が4、Y が7になるようにします。この時、マウスカーソルを合わせてしばらく待つとですね、このようにポップアップが出てくるので、これで数字を把握するようにしてください。かなり細かいので、設定が難しいかもしれませんが、ちょっとそこは頑張ってやってみてください。4の7ですね。はい。で、2個目の点が34の35です。34の35ですね。で、3つ目の点が70の67です。はい、これでできました。70の67。この3つの点でリニア感度に修正することができます。はい。で、フライディジベーダー4プロとかですね、ビッグ1のブリッツ2とかですね、このカーブを修正する点が2つしかないんですね。でも、このゲームサーのタランチュラプロは3つあるので、かなり細かく修正することができました。そこはすごくこのゲームサータランチュラプロのいいところだなと思います。実際ですね、この中立のすごく細かなところっていうのは、すごく低感度に設定されているコントローラーが多いんですけど、そこを持ち上げることで、より順コンに近い感覚にすることができます。はい、右スティックも同じように、4の7、34の35、70の67っていう風に設定していってください。
それでですね、スティックトラジェクトリーっていう項目がここにあります。これサークルとローってあるんですけど、これ、例えばビッグビッグ1だと、区形アルゴリズムって言われてたりするものですね。で、これをゲームパッドテスターの方でちょっと確認してみたいと思います。はい、これ現在ですね、これ右側のスティックがサークル円になっていて、左スティックの方がロー、四角形になってます。サークルの方は、ほぼ深淵に近い形ですね。アクシス2ってところを見ていただきたいんですけど、右にいっぱい倒した状態で1になってますが、ここから約 8%、アクシス3が 0.08 ぐらいになると、1から下がっていってしまいます。このように、少しでも斜めに入力しちゃうと、マックスに入力されなくなるっていう風になっています。一方で、この左スティックの方はですね、だいたい 48% ぐらいですかね。アクシス0が1じゃなくなるのは、アクシス1が 0.48 ぐらいかな。で、マックスじゃなくなるっていう形ですね。だいぶ斜めに入力してもマックス判定されるっていう範囲が広くなってます。このようになるべくですね、1、マックスに入力されてほしい側のスティック、例えば移動に使う左スティックとかはですね、ローにして、で、精密な射撃、エイムをしたい右スティックなんかはサークルにしておくといいです。中間部分で試すと分かりやすいんですが、だいたい 0.5 ぐらいまで右スティックを倒した状態で、そのまま上にずらしていくと、あまり数値が変わらずにそのまま上に移動していくことができます。左側の方、左スティックの方ですね、ローの方は同じように上に動かしていくんですが、徐々に値が変わっていってしまいます。はい、徐々にちょっと増えていってしまうんですね、このように。こういう違いがあるので、できたらですね、精密な射撃をしたい方のスティックにはサークルを設定することをお勧めします。はい、それでこのゲームサーコネクトのスティックの設定ですけど、あまり細かく設定することはできません。ボタンの割り当て、スティックの感度カーブと、このスティックトラジェクトリーの設定、はい、モーションセンサーのジャイロの設定ですね。と、はい、トリガーもデッドゾーンは0にしてます。で、振動の設定があって、で、この上部のLED ライトと、ボタンのライトの2種類の LED ライトのカラー設定もできます。はい、ここで切り替えることもこうやってできるんですよね。もうこれしょっちゅう押してしまいますけど、楽しんでね。ゲームサーコネクトでできる設定はこれだけで、他の最近のですね、コントローラーのようなポーリングレートの設定とか、あとスティックのステップ精度の設定っていうのはできなくなっています。その点ね、エイムアシストに影響があるかなっていうのはちょっと心配したんですが、なぜかゲームサーのスティックってね、エイムアシスト結構強くかかる印象があります。はい、それでリニア感度に修正した後のレスポンスカーブはこの黒の線のようになっています。かなりね、細かな修正ではあるんですけど、特に中立付近の低感度になっている部分を立ち上げることができていて、すごくですね、リニアに近づけることができたと思います。どうしてもスティックが最大の入力値になる部分、1になるところがですね、5.9 ミリぐらいと、巡航の 6.3 ミリより狭いので、最後の方ですね、はちょっと感度が高くなってしまっていますが、それ以外はおおむねリニアにできたと思います。はい、そしたらリニア感度に修正したタランチュラプロで射撃訓練場を撃っていきたいと思います。はい、めちゃくちゃ当たります。実はこのゲームサータランチュラプロってステップ精度が1024段階とやや細かくなってます。巡航なんかが256段階なので、それよりかなり細かめなんですけど、なぜかこのスティックはエイムアシストがしっかりかかるような感じがするんですよね。
で、今まで私は動画内で256段階に設定した方がいいよ、その方がエイムアシストが強くなるよっていう風に言ってたんですけど、どうやらこれは例外のようです。Apex のエイムアシストって本当に難しくて、ちょっとその辺どうなってるのかよくわからないところですね。これですごくですね、純コンと同じような感覚で当てていけるようになったかなと思います。はい、ゲームサーのタランチュラプロを見ていきましたが、いかがだったでしょうか。そうですね、全体的にすごく頑張った作りをしているなとは思うんですけど、この追加ボタン大量にあるのになぜここに配置したとかですね。なんかリニアって言ってるけどリニアじゃないよとかですね。なんか、ところどころもったいないなって思うところが多かったコントローラーでした。あと、個人的に一番気になったのがこの USB ケーブルの差し込み口ですよね。ここすごく奥まっています。なので、これゲームサーの USB ケーブルしか私の手持ちのケーブルでは使うことができませんでした。普段はね、コントローラーについている USB ケーブルあんまり使いたくないのでしまっておく派なんですけど、こればっかりはね、付属のケーブルを使わざるを得ませんでした。ただですね、プレイステーション配置っていうね、このスティックはすごく貴重ですし、また、このトップのボタンね、ちょっと加工してやれば、使えなくはないっていう感じにはできたので、十分これで Apex 楽しんでいくことができました。ゲームサーっていう会社自体ね、こういう、非常に機能盛りだくさんのコントローラーっていうのは、ビッグビッグウォンとかフライディジに比べてやや出遅れてるかなっていう感覚があるんですけども、そんな中で、かなり意欲的に作ってきたコントローラーなのかなというふうに思うんで、どうしてもその2社に比べると、まだまだ足りてないところはあるかなっていう印象ではあったんですが、十分に9大点かなっていうぐらいには使えるコントローラーでした。良かった点っていうのが、リニア感度に設定し直した時に感じたエイムアシストの強さですね。ゲームサーのコントローラーっていうのはゲームサーの自社製造のセンサーを使っているようなのですが、そのセンサーがなぜかエイムアシストが強く感じるっていう特徴があるようです。なので、その辺ですね、気になる方は、この製品手に取ってみてもいいのではないかと感じました。はい、それで私はこのモノルというサイトの管理人もやっています。もしよかったらですけど、ぜひこのサイトに訪れてみてですね、口コミを変えていっていただけたら嬉しいです。もうすでにですね、一件口コミを書いてくださった方がいて、本当にありがとうございました。めちゃくちゃ助けになるので、ぜひ口コミの方よろしくお願いいたします。はい、この動画が参考になったと思ったら、高評価とチャンネル登録ぜひよろしくお願いいたします。以上、モノルでした。バイバイ。はい、ここからはおまけです。まずは Apex のクリップからですが、Apex ランクを一通りですね、やってみた感じでは、もう本当に純コンと変わらないかなっていう操作感なので、他のコントローラーだと中立付近がまだ遅いとかっていうことがリニア感度に修正してもあったんですけど、このコントローラーに関しては全くそういったこともなくですね、ちゃんとリニア感度っぽくなったかなと思います。ほんと今シーズンはセンチネルとか強いですよね。ついついそれでも慣れてるネメシスを使ってしまうんですけど、もうサブ武器はずっとマスティフ持ってます。まだね、マスティフ練習中なんですけど、ここもね、最初の一発当ててればダウンしてないのになーとかね、ありますよね。
はい、ここからはフォートナイトのプレイ動画になります。基本ゼロビルドでランクをやっている感じですね。まだ全然できてなくてシルバー1とかそのぐらいなんですけど、こちらに関しても操作感はすごく良かったです。どのぐらいの距離がね、各武器適正距離なのかっていうのもよく分かってないので試行錯誤しながらの戦闘になってます。フォートナイトはスナイパーが強いですね、やっぱり。割と距離遠めが強いイメージがあります。次はコールオブデューティーブラックオプス6ですね。どのゲームで使っても特に違和感なく使うことができたんですけど、ただいろんなゲームやろうとするとですね、このコントローラーにはプロファイル機能がないのでボタン割り当てとかをいちいち変更しなきゃいけないっていう不便さはありました。ちょっと最近リニアからダイナミックにコールオブデューティー内の感度を変えたんで、ちょっと練習中ではあります。APEX でもリニアで使ってるのでリニアでもいいかなと思うんですけど、話を聞いてる限りではダイナミックが割と人気みたいですよね。なんかリニアで戦えないもんかなとはちょっと思うんですけどね。感度変わるとね、やっぱいろいろ変わっちゃうのでね。はい、で最後にアセットコルサのっていうレーシングゲームですね。アナログトリガーの動作確認のためにプレイしてみました。フライディジベーダー4プロは振動機能がすごい良かったんですが、タランチュラプロに関しては振動機能は並かなっていう感じです。ただアナログトリガーに関してはしっかり動作してくれて、繊細なアクセルワークとかブレーキングですねができました。はい、それでは一周見ていただいて終わりにしたいと思います。